求刑しましたが、地裁は美佐子に無罪判決を言い渡しました。これを不服として検察が控訴。主文、原判決を破棄する。被告人を懲役6月に処する。この裁判が確定した日から2年間、刑の執行を猶予する。被告人の原審供述を前提として、被告人に覚醒剤使用の故意及びカイトとの共謀を認めなかった点については是認できない。被告人は本件注射の際、カイトから薬物入りの注射器を差し出されて、覚醒剤と思われる薬物を注射されることを理解しながら、特に拒絶することなく使用した。覚醒剤使用の認識と任用について欠けるところはない。被告人は覚醒剤と思われる薬物を使用する認識がありながら、カイトからの要請に応じる形でその実行行為の一部を行ったのであるから、カイトとの間で覚醒剤使用の共謀も認められる。それにもかかわらず、被告人には注射をしてもらおうという主体的な意思、あるいは覚醒剤と思われるものの効果を得ようとする主体的な意思はなく、共謀もなかったと結論付けた原判決の判断は誤った法解釈に基づく不合理なもの。本件注射の翌日、被告人がカイトに対し、ああいうものは寂しい人がやるんじゃないのと言って、覚醒剤の使用をやめるよう提案すると、使用には至らず、カイトから暴行などもなかった事実からすれば、カイトの覚醒剤使用へのこだわりはその程度のものであったと言える。本件注射の際にも、被告人がこれを拒否または説得しようと思えばできたことを伺わせる。拒否すればカイトから暴行を加えられるかもしれないという恐怖による心理的な強制下において行われた極限的な事態であったとは到底言えない。被告人の刑事責任は軽視できないが、本件に及んだことには共犯者の影響が大きく、依存性は高くないこと、前科前歴がないことなど組むべき事情も認められるので、主文の刑を課した上でその執行は猶予することとした。ちょっと難しいですよね。高裁判決は分かりにくいんですよ。いつも動画にするの苦戦します。今回は特にうまくまとめられませんでした。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントもいただけたら嬉しいです。